ゴルフスイングの真実を暴くゴルフウェブ TV。こんにちは。ゴルフラーニングスクエアグロスの田中慎一郎です。今回もご覧いただきましてありがとうございます。この番組はゴルフスイングの歴史やトッププロのスイングを検証した事実からゴルフスイングの本質を追求しています。流行に左右されることなく効率的で反復性の高いスイングを目指す方はぜひ最後までご覧ください。さて今回はリクエストにお答えしてトップでのフライングエルボーの真実を暴きました。一般にフライングエルボーというのはバックスイングのトップで右肘が浮き上がる、右脇が開く、こういった状態のことを言いますが、果たして今日のトッププロのトップでの右肘にはどういった傾向や共通性があるのか。今回は2024年度第1週の世界トップ30の選手と松山プロと金谷プロ32名のスイングについて検証しました。それでは早速検証動画を確認してください。はい、それでは今回はセットアップ時の右腰骨あたりと第7頸椎あたり、この2点を結んだラインを前傾角として考えて、その前傾角に対するトップでの右前腕の角度、手首あたりと右肘を結んだライン、このラインが前傾に対してどういう位置関係にあるか。シェフラーのようにほぼ平行であるタイプはパラレルタイプ、マキロイのように垂直方向に落ちているタイプ、これは右肘がいわゆる地面を指していると言えると思いますけれども、こういったバーティカルタイプ、そしてもう一つ考えられるのはこの矢印がもっと空の方を向いているタイプ、この角度がより水平に近いタイプですね。このタイプをフライングエルボタイプと考えることにしました。フライングエルボタイプとして有名な選手にジャック・ニクラウスがいますけれども、ジャック・ニクラウスの場合を見ると確かに前傾角と平行よりも少し水平に近いということがわかると思います。ですからジャック・ニクラウスのようなタイプはフライングエルボタイプということになります。そして今回その他に右肘と左肘の関係も調べました。右肘が左肘よりも高いのか低いのか。例えばシェフラーの場合は右肘の方が左肘よりも低いタイプ、マキロイも同様に右肘の方が左肘よりも低いタイプです。そして同時に右肘と肩の関係も調べました。シェフラーの場合は右肘の方が右肩よりも高いタイプ、ほぼ水平ぐらい、あるいは少し高いぐらいのタイプ。マキロイの場合は明らかに右肘が低いタイプということになると思います。こういった3つの観点で調べてみました。第3位のラームはこのように、平行よりも少し地面に近い方向を向いていますが、垂直とまでは言えず結構な角度がありますので、これはパラレルタイプと考えました。ホブランドはやはりこれもパラレルタイプと考えられます。そして両肘の関係も2人とも右肘が低いタイプであり、肩よりも右肘が低いタイプです。パトリック・キャントレーもこのように前傾角と右前腕の角度はほぼ平行、シャフリンも同様にほぼ平行です。そしてやはり右肘の方が左肘よりも2人とも低く、右肩よりも右肘は低くなっています。マックス・ホーマーはこのように右肘が地面を指す、つまりバーティカルタイプ。こちらのフィッツパトリックはほぼ平行ですからパラレルタイプ。そして2人とも右肘の方が低くなっていて、右肩よりも右肘の方が低いタイプです。ブライアン・ハーマンはほぼ平行なタイプです。こちらのウィンダム・クラークは平行よりも地面の方を指していると言えると思いますのでバーティカルタイプ。2人とも右肘の方が低くなっていて、肩よりも右肘の方が低いタイプです。コリン・モリカワはやはりこれも平行タイプ、パラレルタイプで右肘の方が低い位置にあって右肩よりも右肘は低い位置にあります。12位のトム・キムはやはりこれもほぼ平行タイプです。そして右肘の方が左肘よりも低い位置にあって、しかしこの右上腕はほぼ水平に近いと考えていいと思います。次に13位のジョーダン・スピースはやはりこれもほぼ平行タイプ、14位のティレル・ハットンもほぼ平行タイプで、2人とも右肘が低い位置にあって
右肩よりも右肘は低い位置にあります。15位のトミー・フリートウッドは、これぐらいですと右肘が地面を指しているタイプと言えると思います。そして右肘の方が左肘よりも低い位置にあって、右肩よりも右肘は低い位置にあります。キーガン・ブラッドリーはこれぐらいですと、これが地面を指しているとはちょっと言えないので、どちらかというと平行タイプ。そして右肘が左肘よりも低い位置にあって、右肩よりも右肘は低い位置にあります。17位のストラカは、これも微妙ですけれども、これもなかなか垂直とは言えないので、どちらかというとパラレルタイプ。そして右肘の方が低い位置にあって、右肘が肩よりも低い位置にあります。ジェイソン・デイもこれも微妙なんですけれども、どちらかというと平行ぐらいのタイプ。そして右肘の方が低い位置にあって、右肩よりも右肘は低い位置にあります。ケプカはこのように明らかにほぼ平行タイプで、右肘の方が低い位置にあって、右肩よりも右肘は低い位置にあります。20位のサヒスティガーラも、これもほぼ平行タイプで、右肘の方が低い位置にあって、右肩よりも右肘は低い位置にあります。21のクリス・カークは、これも平行タイプで、右肘の方が左肘よりも低い位置にあって、右肘は右肩よりも低い位置にあります。22位のトニー・フィナウは、微妙ですけれども、このぐらいですと垂直に近いと思われますので、バーティカルタイプで、しかし右肘の方が低い位置にあって、右肘は右肩よりもかなり低い位置にあります。次にサンバーンズは、これもほぼ平行なタイプで、右肘の方が左肘よりも低い位置にあって、右肩よりも右肘は低い位置にあります。キャメロン・ヤングも微妙ですけれども、これの角度はかなり垂直に近いと思われますので、垂直タイプで、右肘の方が左肘よりも低い位置にあって、右肘の位置はかなり肩と平行に近いと言えると思います。25位のリッキー・ファウラーは、このように明らかに垂直に降りていて地面を指していますので、バーティカルタイプ。右肘は左肘よりもかなり低い位置にあって、右肩よりも右肘が低い位置にあります。次に26位のイム・サンジュは、このように前傾角と肘の向きがほぼパラレルなタイプで、右肘の方が左肘よりも低い位置にあって、右肩よりも低い位置にあります。27位のラッセル・ヘンリーは、右肘の向きがパラレルタイプで、左肘よりも右肘の方が低い位置にあり、右肩よりも右肘は低い位置にあります。28位のキャメロン・スミスもパラレルタイプで、右肘の方が低い位置にあって、右肘の方が右肩より低い位置にあります。29位のジャスティン・トーマスは、このようにパラレルタイプで、しかし右肘の方が左肘よりも少し高い位置にあって、右肩よりも右肘が少し高い位置にあります。30位のルドビグ・エイバーグは、これも微妙ですけれども、どちらかというと地面を指しているタイプなので、バーティカルタイプ。右肘は左肘よりも低い位置にあって、右肩よりも右肘が低い位置にあります。はい、そして最後に松山選手を見てみますと、このように、ほぼ平行タイプで、やはり右肘の方がかなり低い位置にあって、右肩よりも右肘は低い位置にあります。金谷選手の場合も同様で、ほぼ平行タイプで、右肘は左肘よりもかなり低い位置にあって、右肩よりも低い位置にあるということになっています。ご覧いただきましたように、今回はバックスイングのトップでの右前腕の角度、それとトップでの両肘の関係、右肘と左肘、どちらが高いのか低いのか、同じぐらいなのか、そして右肘と右肩の関係、右肘が高いのか低いのか、同じぐらいなのか、これらを調べました。右前腕の角度については、セットアップの前傾の角度に対して、右前腕の角度が平行ぐらいなのか、それとも地面を指す角度になっているのか、それとも逆に水平方向に傾くのか、だいたい平行に近いタイプをパラレル、地面を指す形になっているのをバーティカル、
そして平行よりも外、肘が浮き上がった状態のトップをフライングエルボーというふうに分類しました。その結果、32人中フライングエルボーだった選手は0でした。そして32人中9人が肘が地面を指すバーティカルタイプ。残りの23名はほぼ平行かそれよりも、少し地面方向を向いた程度の傾き。70% 以上の選手がパラレル寄りであるということが明らかになりました。今回の結果からフライングエルボーは0でしたけれども、例えばジャック・ニクラウスがそうであったように、フライングエルボーで強い選手も過去にはいます。しかしジャック・ニクラウスの場合は、ゴールデンベアと言われるように、熊がトレードマークになるような選手です。つまり、とんでもない怪力だったということですね。そういうことも忘れない方がいいでしょう。その他に、フレッド・カプルスなんかもフライングエルボーで強かったということがあります。歴史が示すように、フライングエルボーイコール絶対悪ということはないということは言えると思います。次にトップでの両肘の関係ですけれども、ジャスティン・トーマスは両肘の高さがほぼ同じぐらいということがありましたが、その他の選手は全員がトップでの右肘は左肘よりも低い位置にありました。このトップでの両肘に関しては昔、一時期両肘の高さが同じであるのが良いというふうに推奨されたことがありました。そしてこのトップの形なんかを作って、こういうふうに両肘のここでのクラブがですね、水平になるように、形を整えるというようなね、練習が流行ったようなこともあるんですけれども、現在の結果からすれば、今それは多数派ではないです。ですからそういった練習はもしかしたら遠回りになるかもしれないということがあると思います。絶対に間違いではないですし、それで強くなれる選手もいるので、決してそれは間違いとは言えませんけれども、現在の主流は右肘は左肘よりも低いということが明らかになりました。そして右肘と右肩の関係については、右上腕が水平またはそれよりも高いという選手は4名で、その他の選手は28人が右肘の方が低いという結果になりました。これらの結果からバックスイングのトップでは、右前腕が前傾角と平行かそれよりも地面方向を向いている。左肘よりも右肘の方が低く、そして右肘が右肩よりも低い位置にあるトップですね。これが現在の主流であるということが暴かれたということになりました。安定したトップの共通点と言えるでしょう。それでは次にフライングエルボーの原因について説明します。フライングエルボーの原因についてはいくつかの要素が考えられますけれども、最も大きな原因と言えるのは右手に力が入りすぎること、右手に頼りすぎたスイングであるということが言えると思います。例えば、この野郎と手を振り上げたとします。この時、大体の人はこういうふうに右脇が開いて、そして右肘が高く上がります。この右手に力の入ったこの野郎という形ですね。スイングでも同じように、まるでボールを親の敵のように、この野郎と右手に力が入って振り上げてしまう。これがですね、右フライングエルボーの根本的な原因だと。ですからこの野郎トップをやめるということですね。具体的にどうすればいいのか。それは同じ手を振り上げるにしても、例えば女性がイヤーンバッカーンってやりますね。こうやってイヤーンバッカーンって。この時の右肘って内側に絞ってると思います。特に組合関係の方が女性の仕草をする時なんかは強調して右肘が絞られていると思います。イヤーンバッカーンもあるのかもしれないですけれども、割と右肘は絞られているんじゃないかなと思うんですね。ですからこの野郎よりもイヤーンバッカーンですね。これです。これで治るんですね。この野郎はやめてイヤーンバッカーン。このイメージでバックスイングをしてみるときっと治ると思います。
イヤンバッカーンですから、イヤンのこの形ですね。この形を持ってくればいいということですね。この野郎はこうですから。この形、こんな形になりますね。同じように手を振り上げるにしても、女性的にやった方がいいですよっていうことですね。そんなことをすると、手に力が入らないとか、飛ぶ気がしないとか、そういうことになると思うんですね。しかしですね、この右手に力が入って振り上げて振ってしまうことで、方向性や安定性というものを失っています。結果として飛距離も失うということになりますので。ですからまずこの根本的な原因である右手の力を封じるということですね。それには右肘を絞った形のトップですね。こういうふうに右肘を絞った形でなるべく、肘がね、こう上がってもいいと思いますし、低い人は低い人でもいいと思うんですね。でもこれが開いた状態で上がったり下がったりすると、どうしてもバックスイングで右肘が開くと何よりもダウンでこのようにクラブが倒れやすいですし、そうでない場合はこうやって右手で押さえ込むような、そんなスイングになってしまうんですね。ですからこの力を封じるということがスイングの安定性には非常に重要ですから、ぜひですね、この野郎をやめてヤンバカン型でやってみるということをね、やってみてください。次にですね、具体的なね、右肘フライングエルボーを直すドリルとしてよくあるものをご紹介します。まずセットアップの時にこのように右肘に左手を引っ掛けます。甲側を上にして手首を折り曲げてください。左手首を背屈して、セットアップの姿勢をとり、そのままバックスイングしていくと。こうすることで右肘が開けなくなります。それともう一つはこういったヘッドカバーですね。ヘッドカバーを右脇に挟んで、そしてバックスイングしていきます。これでも右肘が開かない感覚っていうのを少し繰り返すことでね、初期的に開くのを防ぐことができると思います。現実にはですね、バックスイングしていけば、これはね、落ちるんですね。だから最後の最後までこう締めておく必要はないし、むしろそうするとちょっと害が出るかもしれないと思いますから、あくまでもトップ付近までね、このクラブヘッドカバーが落ちない。そういうね、イメージの練習というのは一定の効果があると思います。しかしですね、そういった、具体的なやり方よりも、まず原理をね、理解しておくということが大事かなと思います。どういうことかというと、バックスイングでの右腕というのは、こういうふうに、外旋ですね、外側に回るわけですね。こういう動きがあります。で、ダウンスイングでは逆にね、戻ってくるわけですけれども、こうするとどうしてもフライングエルボーにできませんですね。バックスイングで右肘を内側に向ける。すると手のひらは空に向く動きになってきますから、こういうふうに右側に回していく、外側に回していくことで、どうしても肘は外にね、向けられなくなります。ですね。そしてダウンスイングではその逆に戻ってくるんだという非常に基本的な動きですね。この基本を理解して練習してもらえば十分だと思います。例えばクラブを持ってやるのであれば、右に行けばこういうふうに右に回っていく。そしてクラブフェースが空を向く。そしてダウンスイングではその逆の動きになっていくというね。こういう非常に単純な原理でできていますから、あまり難しく考えずに、まずはこういう単純なね、動きの練習ですね。これ腕の動きだけで手首と動きとかもう考えなくていいです。こういうふうに単純に回っていく腕の動きの基本的な形ですね。これを基本に考えて練習してもらうだけでフライングエルボーは本来治るはずです。しかし飛ばそうと思って力を込めたりするともう右手に力が入ってこの通りの動きができなくなりますから、
ですから基本原理を理解して基本通りに練習してもらえば必ず治っていきます。その時に大事なコツがあるとすれば、それは腕の力を抜くということですね。で、飛ばなくてもいいので正しい動きを反復してみる。そうすると意外にね、何回か力を抜いて反復していくと、今度力を入れて振っても同じ動きができるようになりますのでね。そういった基本を守って、非常にベーシックな基本を守って練習するということを心がけてみてください。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。もし今回の内容がお役に立ちましたらいいねとチャンネル登録もお願いします。次回もまたスイングの真実を暴き、遠回りせずに上達できる内容をお届けします。またもしこのテーマについて暴いてほしいというリクエストがありましたら、ぜひコメントをお待ちしています。それではまた。バイバイ。